皆さんおはようございます。お久しぶりです。久しぶりのキャッチアップっていうか、最近どうよっていう感じのビデオがしたくて、私気づいたことがあって、すごいね。やめよう。OK。気づいたことがあって、なんか前はお客さんのアテンドとか、なんか日本の方と関わる仕事が多かったの。ファッションの方で。で、文房具の方も多いんだけど、どっちかっていうと、メールのやり取りで終わってしまうから、ちゃんとした会話がないから、なんか、私、日本語を話せなくなってる気がして、単語が出てこなかったりとか、説明したいことが分からなかったりとか、なんかそうだね。だからもっとこういうもう単純に話してる感じのビデオたまにはいいかなと思ってそしたら日本語の勉強になるし、また最近日本のテレビを見るようになって、もうほぼ毎日朝は日本のニュースで始まるんだけど、結構日本のニュースは政治家の話、政治家 politics の話とかになると使う言葉がすごい難しくてうわーってなるんだけど、でも他のこと、殺人とかなんか芸能ニュースとかはあーってこう理解できる。そうそうそう。だから皆さん話してください。私に日本語を忘れないようにしたいし、ね、息子にも日本語を話したい、教えなくちゃって思っちゃうんだけど、私が喋れなくなっちゃうと止まっちゃうし、なので、皆さん元気ですかさっきテレビの話をしたんだけど、皆さんはどういう番組を見ていますか？おすすめとかありますか？あったらぜひ教えてほしいです。私は正直今まではダウンタウン、まあ松本さんの感じのジョークがちょっとあの感じのなんかボケとかがすごく好きで、いつもダウンタウンさんの番組を探してたんだけど、でも松本さんいなくなったでしょ。私もそこまで詳しくは分かってないんだけど、なんかしたのかな、女性に。で、まあ日本の芸人みんなそうじゃないかなって私は思うんだけど、ダウンタウン松本さんいないから何見ればいいか分からなくって、でも水曜日のダウンタウンは必ず見るし、ガキの使いも見てるし、あとは最近は千鳥さんの番組とか、さんまさんの番組もすごい好き。お笑いの、やっぱり私お笑い、日本のお笑いが好きで、あと最近これ聞いたんだけど、このアクアフォー、本当はこれベイビー用、私多分違うやつ買ってきたんだけど、これベイビー用なんだけど、ベイビー用じゃなくてこれアクアフォーのリップでもいいので、これを目の下につけてるセレブのメイクの人がいて、でつけると
コンシーラーが上に乗っかりやすくてシワに入らないって言ってて、今日私試してみるのが3日目なんだけど、本当に全然動かないっていうか、まあね、一日の最後には化粧はもう残っていないんだけど、でも今まで私はコンシーラーシワに入ったりして必ずねトイレでこうやってタッチアップしてたんだけど、これ使うとnot bad。 おすすめ。千鳥さん、こういうとかサンバさんかな。なんか最近すごい笑ったのが、学級の使いでクッキーさんが浜田さんのダウンタウンの浜田さんの誕生日会すごい面白くてあんな感じ。私実はクッキーファンなの。ああいうなんかくだらないわけわかんないこれでいいのっていうのがすごく好きで、いや面白かった。それと何が面白かったのかな、水曜日のダウンタウンで芸人さんが芸人さんがお金に困ったりしてるから、どれだけこう違反っていうのイリーガルなことをするのかみたいな説、そういう説があって、それも見ててすごい笑っちゃって、全部怪しいし何やらされてるんだろうって本当にびっくり日本のテレビ本当にびっくりする。こっちはさ、あそこまでやったら歌えたりするじゃない。なんかメンタルにどうにかなったりとか、俺に何をやらせるんだとか、なんかいろいろ言いそうで、でもなんか日本の芸能界芸人ってなんか本当に純粋なとこがあったりするのか、まあ日本全体的にピュアな感じがするから、とりあえずやってみるかっていうのがあるよね。最近あれも見た。なんかアメリカでナスビのドキュメンタリーがあって、ナスビって皆さん覚えてますか？電波少年。ちょうど私がテレビ見てた時、日本で本当にありえない、これ本当のことなのって、すごいことするよね。でもそれがアメリカのHuluでドキュメンタリーになって、結構私の周りみんな見てて、そうなんか懐かしいよね。今日はショップに行って仕事するだけなので、今日はアメリカのメモリアルデーっていう休日ホリデーなので、どれぐらいお客さんが来るかはわからないんだけど、まあ鼻にもかけちゃう。ちょっとなんか最近の LA の天気ってもうずーっと曇ったりしてて、なんか皆さんは知ってるのかな。シアトルとかポートランド、そうだね、シアトルポートランドはどっちかっていうと雨を降る場所なのね。太陽が出てくるよりも曇って雨が降ったりすることが多いのね。なんだけど今年はシアトルより LA の方が雨を降ってるのってありえなくない？天気がおかしくなってる。もう今5月末だから、もう夏ぐらいの暑さでもいいのにまだ来てないから、
うちの夏はどうなるんだろう。眉毛達成達成。眉毛わかんない。あと何かな、最近私日本ってさ、文房具のイベントってすごいたくさんあるよね。知ってますか？皆さん文房具好きだから、好きかわからないから知ってるかわからないけど、日本って文房具のイベントって結構たくさんあって、紙箔、女子文具、いくつかあるの。それ全部東京じゃないから、東京、大阪、神戸とかみんな回ったりするから、年に何回もあるの。で、今年初めてニューヨークの有名な文房具屋さん、そうだね、がシャーロット・ティルバリーがステーショナリーフェストっていうのをやるの。で、そこにうちらが出るの。大体ね、ああいうフェスはどっちかっていうとオリジナルの商品がある場所、ブランドだったりするんだけど、ショップでもいいですかって向こうのオーナーにメールして、私前から知り合いでオーナーにメールして、ショップなんだけど出してもいい？もちろん出していいよって言われたから、でウエストコーストからうちらしか行かないの。あと他は代理店、ニューヨークとか東の方のブランドとかになってるから、そうね、なんか変にプレッシャーを感じるでもLA の雰囲気をニューヨークに持っていけたらなっていうのもあるし、あとはやっぱり私昔から一番最初はグリーティングカード作ったりしてたから、作ることは好きなの、本当に。で、もともと今のショップのオリジナルも増やしていきたいっていうのが希望だったから、これをきっかけにしてもっとオリジナルを増やしていこうって決めたのこれでだから昨日は夜中の2時までイラスト描いたりしてて、昨日夜中に提出したんだけど、ショップ初めての和紙テープ、マスキングテープとかなんかそういうの作ろうと思って。そうだからそういうオリジナルを増やして、いつかは他の店でも置けるようになりたくて、今ちょっぴしバタバタしてるの。でもうすぐ子供の夏休みも始まるから、っていう感じ。やばい、ますます忙しくなっちゃう。文房具フェスの準備、ショップでイベントもあるし、それの準備もあるし、なんかたくさん重ねてきた気がしていっぱいいっぱいだから、なんか本当は YouTube とかもっとアップしたいのに忙しくなってしまうんだよね。
なんか私って結構うまく自分のスケジュールを立てることができてるはずなんだけど、なんか最近はスケジュールができて、でその通りにやってたら、これも入ってこれも入ってて、こうスケジュールが増えたりするでしょ。でまたよし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 、オッケーオッケーオッケー、じゃあいや全部終わらせて、次でまたリストがあって、でまた新しいものがバーって入ってくるから、最近そのパターンが多くて、なんかどうすればいいのかわかんない。いっぱいいっぱい。まあいいや。その文房具のステーショナリーフェスのショーは、実は日本からの最近友達になったリガロペーパーっていうラッピングペーパーのブランドがあるんだけど、皆さんは知ってますか？なんか去年日本にいた時に、私全然詳しくない日本橋らへんを結構たくさん歩いて、でおすすめされたのがリガロさんのショップで、入ったら本当に可愛いものばっかりで、アメリカに戻ってからすぐにリガロさんに連絡して、ぜひうちの店に置きたいんだけどって。そしたら OK をもらって、で今回のニューヨークフェスは2人でブースをシェアすることになって、だからそれもすごい楽しみ。こんなもんでいいかね。だから最近そんな感じですよ。皆さんはどんな感じかな？あとなんか最近インスタで仲良くなったアカウント、まあもともとは彼は2000年頭の裏腹のコンテンツをオンラインにアップしてて、で彼が言うには、あんまりその当時の人たちってソーシャルメディアやってなかったりしてるんだけど唯一私やってるから連絡が来て、昔の裏話のことをしてとか聞かれて、ニゴさんとよく仕事してたでしょって、そうなんか昨日その昔スペースシャワーの番組でエイプ TV っていうのがあって、たまにニゴさんが呼んでいただいたりしてて、本当に嬉しかった。でそのベイビーマイロのお店、皆さんしてるのかな？私世代だったらきっとしてると思うんだけど、そうベイビーマイロのお店に初めて行った時の映像が出てきて、私本当にびっくりしてて、何も言葉が出ない、何この場所すごいってずっと頭の中で思ってて、いや本当に当時の裏腹ってパワーすごいよねって思う。でなんか最近のアメリカではその2000年、日本の初めての2000年から2003年までのファッションとかカルチャー、文化、そのファッションに関するが戻ってきたりしてるのね。結構こっちは 90s 90年代からこう2000頭の Y2K 的なファッションがすごい流行ってて、ロスでは。だからすごい面白いねって、なんか私その中に入ってたんだけど、入ってる時にはわからない、ここまで
20年後にはまたこの話になるっていうのはなんか知らないんじゃない？だからすごいな、不思議だなって。でもあの時本当に楽しかったって思う。ああいう映像を見ると、ああ、戻ってもいいかもって、あの時は楽しかったし、なんかクリエイティブな人も多かったし、ファッションにお金をかける子たちもたくさんいたから楽しかったし、いやー、ね、なんかいろんな思い出が湧いてくる。うん。もう長くなってるんだけど、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。なんかね、たまにこういう話してる感じ、なんでもない感じもいいよね。なので、またアップしますし、質問あったらぜひ下の方にコメント書いてくれれば返事しますし、そうね。またね。バイ。